皆さんこんにちは、五戸美希です。今日のテーマは日本語学、ら抜き言葉は誤りかどうかについてお伝えしていきます。これご自身がら抜き言葉を使って注意されたことがあるという方もいらっしゃると思いますし、テレビで出演者は食べれるって言っているのにテロップは食べられると書いてあって気になった、そんな方もいらっしゃるかなと思います。まずら抜き言葉とはですけれども、見られるじゃなくて見れる、食べられるじゃなくて食べれる、出られるじゃなくて出れる、来られるじゃなくて来れる、こういう可能の表現の時にらが消える単語の通称ですね。で、これをらを発音するのが面倒だかららを抜いて話す人が出てきてしまった。だからら抜き言葉は間違っているというふうに思っている方結構多いんじゃないかなというふうに思います。この分析は誤りですね。なんでかっていうと、受動の表現でらが消えることはないからですね。親にテストを見られてしまったらが入りますね。私のケーキ姉に食べられた、こういった受動の表現でらが消えることってない。面倒だからが理由だったら受け身受動のらっていうのも消えるはずなので、そうじゃないということですね。あと若者言葉だから間違ってるみたいな見解も見かけるんですけれども、ら抜き言葉って今に始まったことじゃなくてですね、遡ると昭和初期、大正、明治、用例あります。川端康成20歳、永井家風納め神、小林滝次蟹光線、こういった用例がありますね。スピーチトレーニング。それではら抜き言葉の成り立ちについてです。平安時代まで遡ります。古文の授業を思い出してください。可能と受け身、同じ表現でしたよね。助動詞のるらる、受け身尊敬可能自発と、意味がたくさんある。読むの可能というのは読まる、受け身も読まる。見るの可能は見らる、受け身も見らる。はい。同じだったんですけれども、時代が経って室町時代、可能の意味の読めるが生まれるんですね。そして読まるの方は読まれるに変化をしていきます。なので受け身尊敬は読まれる、可能は読める、区別をするようになっていくわけなんですね。読む当時の四段活用、現代の五段活用、下一段上一段の前に五段活用の変化というのが始まる。詳しくいきますね。国語の授業の現代の動詞の活用というのを思い出してください。現代の五段活用、未然連用終始連帯仮定命令。読むだったら読まない、読みます、読む、読むとき読めば読め、読もう、まみむめもと五段になるということで五段活用ですね。で、今ら抜き言葉として指摘されているのは現代の上一段活用と下一段活用と家業変革活用です。一個ずついきますね。見るは上一段活用ですね。見ない、見ます、見る、見るとき見れば見ろ。みみみなので、まみむめものみ、上一段活用ですね。食べるは下一段活用ですね。食べない、食べます、食べる、食べるとき食べれば食べろ。べべべべ、ばびぶべぼのべなので、下一段活用ですね。来るは家業変革活用、略して可変。来ない、来ます、来る、来るとき来れば来い。特殊な活用なので可変と分類されますね。話を戻します。で、受け身尊敬と、可能の表現、先に五段活用の区別が起こってくる。読むは読まれると読めるで区別をするようになりますね。行くは行かれると行ける。書くは書かれると書ける。こういうふうな区別が起こっていく。で、可能の表現、読める、いける、書ける。こういうふうになったら、見るは見れる、食べるは食べれる、来るは来れる。こういうふうに変化をする。この成り立ちうなずけると思いませんか？受動尊敬は見られる、可能は見れるで区別をできるようになりますよね。
なんですけれども、可能な表現の見られるというのも残っているので、混在をすることになる見れるは誤りという見解が出て、それが広まっていったという流れですね。スピーチトレーニング。はい、最後に試験なんですけれども、ら抜き言葉は間違ってるって目くじらを立てるっていうのはなんかもったいないんじゃないかなというふうに感じる方ですね。その表現の自由って権利なので、ら抜き言葉を使いたくないって方は使う必要ないですし、使いたいという方は使ったらいいんじゃないかなと思う方です。で、違和感を持つ使い方、言葉がら抜き言葉に関わらずもし出てきたら、どうやってこの言葉生まれたのかなっていうふうに考えて調べていくとですね、これ日本語学の研究になるんですね。とっても楽しいのでおすすめです。で、アナウンサーの場合は、視聴者の方でら抜き言葉間違っていると思っている方に配慮をしてですね、ら抜き言葉は使わないようにするという考え方はいいんじゃないかなと思います。あと、文章で残す場合、提出書類、履歴書、エントリーシート、こういったものはら抜き言葉で書かない方が安全かなと思うところですね。はい、そもそも活用は網羅できるのかとか、日本語教育では別の活用形を使っているとか、もっともっと詳しく知りたいという方はですね、伊坂淳一先生の新ここから始まる日本語学、こちらの本がおすすめです。日本語学を勉強する大学生の教科書にもなっています。スピーチトレーニング。はい、五戸美希のスピーチトレーニング、メルマガ配信しております。メルマガ限定のラジオ、毎週配信しておりますので、ぜひご登録ください。オンラインサロンでは毎週 Zoom でグループレッスンを行っています。個別のレッスン、動画教材というのもありますので、詳しくはプラン一覧をご覧ください。最後までご覧いただきましてありがとうございました。